はい、さて今回はですね、色についてということで、色のね基本的な知識をちょこっとやった後に、色ラフの作成というところまでやっていきたいと思います。で今回はですねちょっとフォトショップではなく、ちょっとこの資料を使っていきたいなと思うんですけど、今までねこの講座で、絵を描くために、必要な、手順というのを踏んできて、感覚ではなくてちょっと理屈でやってみましょうねというところを、ずっとやってきてます。で色についてもですね、ただなんとなく好きな色を塗っちゃったっていうだけでは、なかなか絵に説得力が出なかったりとかね、相手に伝わらなかったりなんていうところがあるので、ここでも少しだけ理屈を学んでいきたいと思います。でいきなりねちょっと勉強っぽい感じになってしまうんですけども、まず最初にね、どうしても覚えておいてほしいというところがですね、ちょっとこの1枚に集約されて、いるんですが、これはねどうしてもそのクリエイティブなものに携わる以上はちょっと知ってないとなかなか相手とお話ができないよということがあるので、覚えておいてほしいなというところになります。でまずね色の基礎知識というところで今漠然と色っていうふうに言ってるんですけど、この色にもですねちょっと詳細に分けると実は大きく分けて2つですかね、あるんですが、まず有彩色と無彩色っていうものに分かれるんですね。でこの有彩色っていうのが、いわゆる赤とか青とかねここにくるっと出てるような、いわゆる色っていった時に、思い浮かぶような、もの。色になります。で逆に、無彩色っていうのは、白とか、黒とかグレーとかね色味を持たない色、大きく分けると、まず、この2つに分かれますよというのが最初の1つ目ですね。であと、色を構成する要素として、色の3属性っていうのがあるんですけど、色相明度彩度、これが組み合わさって色っていうものを、構成してるんですね。で色相っていうのは、色合いとか色味の相違っていうことで、こういうふうにね、色の違いのことですね、これを色相と言います。であとは明度はもう字のごとくですね色の明るさの度合いということで、これはもう黒が入っていけばどんどん暗くなるし、白が入っていけばどんどん明るくなりますよという考え方ですね。で、最後、彩度というものですね。これがねちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、色の鮮やかさの度合いっていうことで、ここに綺麗な色が並んでいると思うんですけど、ここにさっき言ったように黒だったりとか、白だったりとか、またはこういうね隣の色だったりとか反対の色だったりとかを混ぜていくとどんどんこの色が言ったら、鮮やかさを失って、濁っていくわけですね。そういう色の鮮やかさの度合いのことを、彩度と言います。で、会話をする時に、多分明度をもうちょっと上げてよとか、ちょっと彩度が低いねとか、逆にもっと彩度の高い色味でまとめてよなんていうふうな、会話をした時になるほどこういうことを言ってるんだなっていうのが浮かんでくるとですね、お客さんだったりとか、漫画家の人だったり、すれば担当さんとかね、そういう人との会話がスムーズになるよということで、まずこれをちょっとね覚えておいてください。でちょっと右に行きますが、この色相関、これですね、さっき言った色相、色を、こういうふうに輪っか状に並べたものを色相関というふうに、言います。で、それぞれですね、解説をしていきたいんですが、まずこの補色ということで、この色相関で並べた時に180度、こう対比する色ですね、反対側にある色のことを、補色という言い方をします。補色、もう少し分かりやすく言うと反対色と言っても、いいんですが、若干意味合いは違うんですけど、反対色のことだなというふうにここでは覚えてもらっても、いいかなと思います。で、もう一つ同系色、隣り合う色とかね、近い位置関係にある色のことを同系色と言います。この辺はね、聞いたことがあるんじゃないかなと思います。ファッションなんかでもね、同系色でまとめましたなんていうところでね、用語が出てくるかなと思います。であとは、色自体も、暖色系と寒色系、この辺も聞いたことがあると思うんですけど、見た時にあったかさを感じるような色のことを暖色系と言います。で逆に、寒く感じる色、冷たく感じる色のことを、寒色系と言います。
でその中間の中性色とかね、中間色っていうのはあったかくも冷たくも感じない色ですね。特にこの辺の紫だったりとか緑だったりとかはそんなに暑い寒いを感じないような色ですね。で、なんでこういうことを学ぶかというとですね、色のそれぞれ持っている意味合いというものが実は、あってですね、今パッと見た時に暖かく感じる寒く感じるなんていうのは私たちが普段生きている時に、見ているもの感じているもの、例えば、青だったら水の色だったりとか、なんとなくこっちのだったらちょっと氷っぽいイメージだったりとかっていうところから寒く感じるのがあったりとか、逆に暖色系であれば太陽の色だったりとか、それから光の色だったりとかね、そんなところでこうあったかさ、炎の色とか。そういったところであったかみを実際に体験してるっていう経験から、こういうふうに暖かく感じる色というのがあるんですね。であとは国によって多少意味合いが違ったりもするんですけど、例えばね、黄色、日本とかだと結構太陽とかね、中国なんかもそうですけど、おめでたいイメージがあるけど、キリスト圏の人だったら黄色はちょっと裏切りの色っていうことで、そういう使われ方もしたりするし、あとはグリーン系なんかは緑、自然の色ですかね、植物の色っていうのがあるので、なんとなくこう癒し効果があったりとか。あとは紫系なんかだと、ちょっと妖艶なイメージもあるけれども、昔の漢位12回の一番位の高い色だったりするんで、ちょっと高級志向だったりとかっていうふうにこういろんな意味合いがね細かく見ていくと実は、あります。これもちょっと調べてもらうとですね、一つ一つの色にこんな意味合いがありますとか、こんなものから来てますなんていう解説が出てきたりするので、それをですね、少し知っておくと、自分があったかみのある絵にしたいんだけど青ばっかりで構成しちゃったら寒く感じちゃうよねとか、安らぎ系にしたいのになんかこう激しい色ばっかり使っちゃうとちょっと情熱的に見えちゃうよねなんていうところで、矛盾が生じてしまうので、その意味合いをね、ある程度理解して配色するっていうことが、さっきも言ったようにね、絵に説得力を持たせる、相手に伝わりやすくなるっていう要因の一つになるのかなと思います。でこれをざっくり見てもらった上で、配色のポイントですね、それぞれ同系色を使った配色とそれから補色を使った配色でそれぞれやっぱり長所とね、短所があります。例えば同系色を使った配色であれば、近くにあるので、似たような要は色なので、調和を取りやすい、まとめやすいっていうメリットがあるんですけど、逆に色が近いがゆえにちょっとぼんやりして印象が弱くなりやすいかなっていう、デメリットがあります。で、逆に補色っていうのはかなり対比が強い色ではあるんですけど、一応理屈の上ではですね、調和が取れるっていう風になっているので、目立ちつつもちゃんと調和が取れるねと。ただ全部の配色をこういう補色ばっかりで構成してしまうとちょっときつい印象になりやすいし、バラバラになってしまいがちというデメリットがあります。でベストかなと思うのは全体をこう同系色でまとめてアクセントに補色を入れてあげることでまとまりとインパクトが両立するんじゃないかなと思います。はい、これはちょっとね知識として覚えておくと便利かなというところになります。でですね、この知識をちょっと踏まえた上でですね、色ラフですね、色ラフの作成をしていきたいと思います。これですね、この色彩計画というやつになるんですが、この程度で構わないので、色ラフを作っていきますね。で、やり方としてはですね、今まで使ってもらった、ツールでブラシツールぐらいでいいかなと思うんですが、それでざっくりとね、塗っていきたいと思います。でその時に、今言ったですね、配色のコツということで一応このざっくりとした色ラフもですね、その配色のポイントというのがね生かされているんですね。一応イメージとしては桃太郎なので、分かりやすく髪の毛桃色にしちゃおうかな。あ
と、それぞれここのモチーフがキジの羽と、なんとなく猿っぽい毛皮と犬っぽい尻尾っていう感じなので、それぞれの動物の持ってる色合いですかね、ちょっとこう犬神っぽい感じでもいいかなみたいなところで高貴な白を入れてみたりとかね、してます。この辺は比較的イメージがしやすいかなと思います。であとは結構面積の大きいところに赤ですね、赤をぶわっと置いてるのは、正義の味方というところでちょっと情熱的なレッドみたいなねイメージで赤をバサッと置いてます。でこの辺の面積の大きいところに割に暖色系をたくさん置いたので、あんまり温度が上がりすぎちゃってもなんかちょっと違うかなというところで、この辺はやや寒色系ですかね、ベージュ系なんですが、ちょっとだけ、青寄りというか緑寄りというかね、この辺で少しクールダウンをさせてる感じですかね。であとはこの辺はちょっと落ち着いた色が入った方が、いいかななんていうところで紫系とか青系を入れています。であとは、顔周り、さっき言った通りこの辺の面積の大きい部分に暖色系が来てるので、目の部分は赤の補色の緑ですね。よいしょ。この辺の緑を入れてあげると、対比効果でここにこうポイントがね、入ると目が行きやすくなるよっていうことで、緑を置いてます。ということで、一応大きい面積は暖色系の同系色でまとめてポイントに、補色を入れるというような、構成になってます。はい、ということを踏まえて、じゃあちょっと、塗っていってみますね。ちょっと今分かりやすいようにですね、背景に、真っ白のレイヤーを1枚ね、入れて色が見えやすいように、しています。一応ここまでの工程はね、前回までのところでやっております。でさっきはね、こういうふうに選択をしてから色を塗りましょうというふうにやっていたんですが、ラフなのでそこまで丁寧にやる必要はないです。もういきなりねブラシを持ってもらって、大きさを適当に合わせます。あと硬さもはっきりした方がいいかなっていう人は硬さ100にして、ちょっとふんわりしたイメージの方がいいかなっていう人は硬さ0とかね、この辺は適宜選んでやってください。さてじゃあ色を適当にね選んでいきたいと思うんですが、とりあえず決まっているところとかメインカラー、それから面積の大きい色なんかをね最初に塗ってあげると、イメージが固まりやすいかなと思うので、今回ちょっと、最初にピンクを塗ります。髪の毛がピンクのイメージなのでざーっとこうね、塗っていきます。で、配色があまり得意じゃないなという人はこの作業をちょっと丁寧にやってもらった方が、いいかなと思うので、もしだったらざっくりで構わないので影をつけてみたりとかね、してもいいかなと思います。じゃあ次は、袴の赤ですかね。赤といってもちょっとこういう渋い赤から、はっきりした赤までいろいろこうあるので、もしだったら大体こんな色かしらっていうのを選んでこっちの方でね、ちょっと微調整をしてあげてもいいかなと思います。若干落ち着いた赤がいいかなと思うんでこのぐらいの赤にしていきますね。でブラシのサイズもいろいろ変えていった方が効率がいいかなと思うので、この辺は赤が入りますよと。もうザザザザっとね塗っていく感じですね。さあさあどんどんサクサク塗っていきます。で、さっきも言った通りね苦手な人はちょっと詳細に決めていった方がいいと思うので、この上に影をざっくりのせていったりとかしてもいいかなと思います。でこの時に影の色も
どのぐらいがいいかななんていうのもちょっとパターンをこう変えながらやっていってもいいかもしれないですね。こんな感じで影を入れたりとか、あとはですね、やっぱキャラクターなので顔周りが結構重要かなと思うんで、目の部分だけは私もちょっとだけ詳細に塗ってたりします。あとはですね、キャラクターのイメージを、もう一つ決めるものとしては肌色なんかも意外と重要で、イエロー味が強いとかこういうふうにちょっと濃いめの肌色だったりすると、元気系になったりとか、逆にピンクがちょっとこう多めだったりすると、こんな色だったりするとね、女の子チックとか、あとは少しこの辺の、青とか入ってちょっと肌色が顔色が悪い感じになると、病弱系の人とかっていう風に、肌色の色味もね結構キャラクターの性格なんかをね、左右するので、この辺も、自分が描いている桃太郎はどういう感じがいいかななんていうところに応じて、少し肌色の色味もね、考えてみてください。で塗っていきますよと。であまりにもはみ出しすぎちゃったななんていう時は、消しゴムでちょっとね消してあげて、ちょっとこの場合は消しゴムよりも白の方が良かったですね。色白にします。上に白を重ねて、ここは塗り方というよりかは配色をどうしようかなっていうところがね、メインになってくるので、塗りが綺麗汚いはそんなに気にしなくてもいいかなという感じですね。はい、というような感じで、色ラフを仕上げていって、最終的には全体に色が入っているようなね、ところまで持っていければいいかなと思います。